今回はメッシュワークベンチのマージ、コンポーネントで分割、セグメントを作成、セグメンテーションベストフィットについてお送りします。最初にメッシュのマージを説明します。パートワークベンチで作成した円柱と球体をメッシュワークベンチで、それぞれのメッシュを作成します。円柱を選択し、メッシュに変換します。こちらが変換されたメッシュオブジェクトです。球体もメッシュに変換してみましょう。変換されたメッシュの円柱と球体は、元のシェイプと重なり分かりにくいので、元のシェイプは非表示としておきましょう。このようにして作成された2つのメッシュを合体させます。それでは、こちらの円柱を変換して、球体に接するように移動しましょう。この状態では、円柱と球体をクリックすると、このように分離されていることがわかります。この2つを結合するには、2つのメッシュオブジェクトをコントロールキーを押しながら選択します。そして、マージボタンを押します。すると、モデルに新しいメッシュオブジェクトが作成されます。それでは、作成されたメッシュオブジェクトを移動してみましょう。これが複数のメッシュを結合するマージコマンドです。それでは、マージされたメッシュを分解してみましょう。それがコンポーネントで分割ツールです。分割対象を選択した後、このボタンをクリックします。すると、このように新しいメッシュが2つ作成されました。分割されたコンポーネントを移動してみましょう。このように結合されたコンポーネントを分割するのがこのコマンドの機能です。それでは次にセグメントを作成コマンドについて見ていきましょう。こちらに球体と円柱が結合したメッシュがあります。これを使用して説明します。このメッシュオブジェクトを選択した状態で、セグメントを作成ツールをクリックします。すると、このような画面が表示されます。ここで球体のセグメントを作成したい場合は、平面、円柱、フリーフォームのチェックを外し、OK を押してみましょう。すると、モデルにセグメンツパートが追加されます。これが作成されたセグメントになります。作成されたセグメントオブジェクトは、元のオブジェクトと重なって見えにくいので、元のオブジェクトは非表示とします。そうすると、作成されたセグメンテーションオブジェクトのみが表示されます。それでは、元に戻し、円柱を抽出して、セグメントを作成してみましょう。最初に、対象となるメッシュオブジェクトを選択します。そしてセグメントを作成ボタンを押します。設定画面が表示されたら、円柱以外のオプションを外して、OK を押してみましょう。すると、セグメンツパートのフォルダーが作成されますが、このフォルダーに矢印マークが表示されていないことがわかります。これは、セグメントが作成されていないことを示します。条件を変更して、もう一度行ってみましょう。元のメッシュオブジェクトを選択します。そしてセグメントを作成ボタンを押します。設定画面で、先ほどと同様に円柱以外のオプションを外します。今度は、円柱のオプションを変更してみましょう。曲率とトランス平面、トランス曲面を 0.5 として、面の最小数を40に設定します。これらの値はメッシュの性状によって異なりますので、何回か試みてください。すると、矢印のついたセグメンツパートが表示されます。元のメッシュを非表示として、セグメンツパーツを展開します。すると、
2つのセグメントが作成されているのがわかります。1つが円柱で、もう1つが球体となっています。円柱を移動してみましょう。このように円柱をセグメントとして抽出し、作成することができましたが、パラメーターが不適切なため球体までセグメントとして抽出してしまいました。最後に、セグメンテーションフィットについて説明します。これは、最もフィットするサーフェイスから、メッシュのセグメントを作成するものです。この画面には、立方体と円柱、球体、平面が複合したメッシュがあります。これを用いてこのコマンドを説明します。最初に、立方体のメッシュを使用して、このコマンドを実行してみます。すると、設定画面が表示され、平面、円柱、球体を選択することができます。この例では、平面を取り出したいので、他のオプションは外しましょう。そして、パラメーターボタンをクリックします。すると、このような画面が表示されますので、取り出したい平面を選択します。例えば、領域ボタンをクリックして選択したい平面の上でドラッグしていきます。ここでは上の面のみ選択したかったのですが、側面まで選択されたのでクリアします。そこで、三角形ボタンをクリックした後、上の面をクリックして選択していきます。選択した後は、計算ボタンを押して、形状パラメータを抽出します。そして OK ボタンでこの画面を閉じます。そして面の最小数を調整します。ここでは1として設定します。すると、このように設定したセグメントが作成されました。元のメッシュを非表示にしてみましょう。すると、このように作成されたセグメントを確認することができます。それでは次に、複合したメッシュでセグメンテーションベストフィットを行ってみましょう。この複合体を選択した状態で、セグメンテーションベストフィットボタンを押します。先ほどと同様に、この平面をセグメンテーションしてみましょう。円柱と球体のオプションを外します。そして、パラメーターボタンをクリックします。この画面が表示されたら、領域ボタンをクリックし、平面上をドラッグします。そして計算ボタンを押し、OK ボタンでこの画面を閉じてください。面の最小数は1として、OK ボタンで決定します。するとモデルに、セグメンツパートが作成されました。元のメッシュと重なってわかりにくいので、元のメッシュを非表示にしてみましょう。すると、作成されたセグメンツが表示されます。画面でクリックすると2つのセグメントに分かれていることがわかります。また、モデルのセグメンツパートを展開すると、2つのメッシュを確認することができます。それでは元に戻し、別のセグメントを抽出してみましょう。最初にこちらの複合メッシュを選択します。そして、セグメンテーションベストフィットボタンを押します。今回は、球体のみを抽出しセグメントを作成します。パラメーターボタンを押し領域を選択します。画面が表示されたら、領域ボタンをクリックして球体の一部をドラッグし領域設定します。そして、計算ボタンをクリックした後、OK ボタンを押しパラメータを取得します。面の数は100以上あると思われますので、このままで OK ボタンで決定します。すると、モデルにセグメンツパートが表示されました。元の複合体は表示としてみましょう。するとこのように球体がセグメントとして作成されたことがわかります。これがセグメンテーションベストフィットコマンドです。